今日、地上で純粋な単一神信仰タウヒードを保っている宗教はいくつあるのか。今日、アッラーのみを崇拝の対象とする状態、すなわち純粋な単一神信仰を地上で保っているのは、イスラーム以外にありません。したがって、イスラームは今日、地上で唯一の単一神信仰の宗教なのです。イスラーム以外のすべての宗教に属する人々は、多かれ少なかれ多神教、シャークを抱えています。それゆえ、イスラームへのダーワ、招きは、最も容易なものの一つです。なぜなら、それは人間本来の自然な傾向の宗教であり、論理的な前提を必要としないからです。すべての人々は、創造主に対してへり下り、服従し、完全な崇拝を捧げるように生まれついています。イスラームへの招き手の役割は、その人らを刺激し、熟考へと導くことです。もし熟考し、預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれの真実性を確信したならば、それだけでイスラームの正しさを認めるのに十分です。宗教は人間本来の傾向、フィトラであり、人間の方へ降りてきたもの、人間の元へ下されたものであり、人間がそれへと上り詰めたものではありません。人々が自分たちの主を知ったのは、原始的な理性の過程によるのではなく、啓示の光によるものなのです。したがって、すべての宗教は純粋な単一神信仰として始まり、その後、多神教の行為が次の段階で現れました。すべての預言者への啓示は、単一神信仰の根本においては一つなのです。私たちの主意図高きアッラーはクルアーンの中で述べています。我はあなた、ムハンマドに啓示した。これは我がヌーフと、その後の預言者たちに啓示したのと同じである。また我は、イブラーヒーム、イスマーイール、イスハーク、ヤークーブ、諸部族、イーサー、アユーブ、ユーヌス、ハールーン、スライマーンにも啓示し、ダーウードにはザブール、詩編を授けた。クルアーン第4章アッニサー、第163節、理知、実験科学、感覚、哲学は、宗教なしに人間の知識を満たすのに10分か。ここに、インドで6人の盲人が巨大な像を調べに行ったという寓話があります。各盲人は、理知、実践的経験、感覚、哲学を用いて、自分の手の下にあるものに基づいて像を記述するように求められました。像の牙を触った者は、彼の理知的な判断と経験に基づいて言いました。これは槍だ。像の鼻を触った者は、彼の理知的な判断と経験に基づいて言いました。これは巨大な蛇だ。像の足を触った者は、彼の理知的な判断と経験に基づいて言いました。これは木だ。象の腹を触った者は言いました。これは壁だ。これが不完全な人間の知識の性質です。6人の盲人は、理知、実践的経験、感覚、哲学を使いました。その結果は、理知と実践的経験、感覚、哲学の限界のために不完全なものとなりました。彼らはみんな、自分の手の下にあるものの描写を間違えたのです。しかし、私たちはなぜ、この6人の盲人がみんな間違っていると断言できるのでしょうか。それは、私たちが単純にその光景を外側から見ているからです。私たちは、像と盲人のすべてを、包括的な視点で見ています。全体像を外側から見ています。この6人の盲人の判断と、包括的で正しい視点との違いは、理知、実践的経験、感覚、哲学と神の啓示との正確な違いと同じです。理知、実践的経験、感覚、哲学は、有益で役立つ知識を提供するかもしれませんが、それはあなたの能力の不完全さと可能性の限界によって不完全なものとなります。一方、啓示はそれとは全く逆です。啓示は外部からその光景を裁定し、あなたに包括的な判断、全体的な判断を与えます。啓示は、あなたの存在の目的、存在の意味、そして存在の背後にあるものを教えてくれます。しかし、理知、実践的経験、感覚、哲学は、一つの実存的な問いに答えるために力を合わせても、前に進むことはできません。彼らは目的、つまりあなたの存在の目的という問いに答えを提供しないでしょう。また、意味や価値についての問いにも答えを提供しないでしょう。もし理知、実践的経験、感覚、哲学が、一つでも答えを提供しようと試みたなら、彼らは6人の盲人と対して変わらないでしょう。理知、実践的経験、感覚、哲学は、最高の食べ物、最高の飲み物、最高の旅行方法、数学の方程式の最適な解、量子現象の最適な科学的推測といった、
不完全な現世のニーズに対しては素晴らしい現世的な答えを提供することに長けています。彼らはこれらの問いに美しい答えを提供しますが、これが彼らの限界です。彼らは、私たちを取り巻く狭い物質的な現世の領域の答えを提供するだけなのです。理知、実験、感覚、哲学は、人生の目的や存在の意味を答えられるか。仮に、これらの4つの代替案、すなわち理知、実践的経験、感覚、哲学のどれかが、人生の目的や存在の意味に答えたり、人間の価値を唯物論的に分析したとしましょう。もし理知、経験、感覚、哲学がそのいずれかに答えたと仮定するならば、私たちはみんな、その答えを嘲笑するでしょう。そうです。これが真実です。理知も、経験も、感覚も、哲学も、道徳、利益、損害、美的価値、正しさ、または誤りに対する正しい定義を提供することはできません。なぜなら、価値的な意味を帯びた原子は存在しないからです。誠実さや裏切りの意味に記号を割り当てる数式も存在しません。あなたの脳の神経細胞の壁で、純潔の意味のためにイオン交換が起こり、低縮の意味のために第2のイオン交換が起こり、不潔や放蕩の意味のために第3のイオン交換が起こるわけではありません。これらは、理知的に、経験的に、感覚的に、あるいは哲学的に分析できない概念、価値、意味なのです。量子物理学でノーベル賞を受賞したシュレーディンガー、スクロディンガーは言います。もし実験科学が道徳的または美的意味を分析しようとするなら、私たちはそれを真剣に受け止めるためではなく、笑うために聞くだろう。科学は、その観測の範囲外にあるこれらの事柄に対して、完全な沈黙を守るでしょう。真実と嘘の意味、正と誤、美的価値、義務的な意味、さらには見えない世界、アーラム・アルガイブ、これらの意味は、原始的な物質世界の枠組みには収まりません。そのため、実験科学、感覚、理知的な推測、哲学の対象とすることはできません。これらのすべての側面における知識は、神の啓示の光によってのみ照らされるのです。私の体は私の選択であり、中絶は私の権利であり、それらは大量虐殺や人類の破壊に似ています。理知は、宗教と無関係に道徳原理を決定できるか。理知は、宗教とはかけ離れた場所でも道徳原理を決定できるのではないでしょうか。道徳原理は、宗教的な義務と一致するフィトラ、人間本来の自然な傾向から派生するものであり、脳の活動から派生するものではありません。脳の活動は、神経細胞の壁でのイオン交換に過ぎません。そして、脳にはイオン交換と神経伝達物質以上のものは含まれていません。したがって、道徳原理は宗教と一致するフィトラの産物であり、脳活動の産物ではありません。それゆえ、もし人間がフィトラを無視し、宗教に反抗し、自分自身を純粋な唯物論的な視点で見つめ、脳の活動を唯物論的に分析したなら、その時彼が観測するのは、原子、イオン交換、電気信号以上のものはないでしょう。そして、この枠組みの中では、いかなる大量絶滅も合理化することがいとも簡単にできるのです。ヒトラーは、劣等な人類の種族を根絶することの義務を合理化しました。そして、ナチスの唯物論的合理化によって、数十万人の人々が実際に根絶されました。あなたは、ナチスによって30万人もの人間が絶滅させられた、アクティオン T4 アクション T4 プロジェクトについて読むだけで十分でしょう。なぜなら、これらの絶滅させられた人々は自然淘汰と適者生存に反する、とみなされたからです。そして、無神論は今日に至るまで胎児の殺害を合理化しています。彼らは良心の呵責をほとんど感じることなく、胎児の中絶を許容しています。無神論は、完全に中立的な合理的唯物論的分析によって胎児の中絶を合理化し、胎児は異なる動物の段階を表していると断定します。個体発生は系統発生を繰り返すという、ちなみに科学的な迷信ですが、無神論はそれを採用しています。もし胎児がこのようであるならば、殺害して何が悪いというのでしょうか。同じ基準で、唯物論的かつ無神論的には、バクテリアのコロニーを絶滅させるのと同じ程度に、人類を絶滅させることも合理化できます。フィトラを無視し、宗教に反抗する限り、あなたが地上とその上に存在するものを破壊するのを阻むものは何もありません。理知的に、科学的に、感覚的に、または哲学的に、いかなる道徳的価値も、いかなる目的論的な意味も基礎づけることはできないでしょう。脳活動の分析は、
善も悪も定義することはできません。道徳原理は、宗教と一致するフィトラ以外から派生することはできません。無神論者であるリチャード・ドーキンスは、この困難な真実を認めて、こう言います。絶対的な道徳的価値を宗教以外の基盤で擁護するのは非常に難しい。脳活動、実験科学、感覚、哲学、これら4つの代替案は不完全な代替案であり、実存的な問い、目的論的な意味、または人間のいかなる価値にも応えることはできません。これらの代替案が提供できるのは、飲食、旅行、薬、快適な手段といった不完全な問題を解決するための不完全な知覚を生み出す不完全な知識だけです。これこそが4つの代替案が持つものなのです。それゆえ、宗教は常に、包括的な人間の価値、そして目的、原因、意味、見えない世界といった意味は、これらの4つの代替案のどれによっても決して統制されないことを強調します。それらは啓示の光によってのみ統制されます。預言者たちが伝えた神のメッセージによってのみ統制されるのです。そして、これらの4つの代替案だけに惑わされた者は滅びるでしょう。アッター、意図高き神はクルアーンの中で述べています。人たちが名称を持って彼らにやってきたとき、彼らは自分の持っている知識を喜んだ。クルアーン第40章ガーフィル、第83節。唯物論的な科学的コンテンツは、包括的な実存的なコンテンツに応えるには不完全なのです。